腹ペコの皆さんどうも PP クッキングスタジオのジャンビーと申します。今日はカルボナーラを作っていこうと思いますが、普通のカルボナーラでは面白くないですよね。今回作るのは炭火焼き職人風。イタリアから送ってもらったパルメジャーノ・レッジャーノ、そしてパンツェッタ。本場の食材に日本人好みのテイストで炭火焼き職人の歴史が息づいたカルボナーラを作っていこうと思います。5つのプロの技であなたもすぐにお店が開けちゃいますよ。というわけで今日も張り切ってレッツクッキング。 PP クッキングスタジオ。早速各材料の下ごしらえからやっていきましょう。玉ねぎはできるだけ薄くスライスして、ベーコンは1センチ幅の柵に切り落とします。ニンニクは中心の芽の部分から苦みが出てくるので取り除いて、押しつぶして香りが出やすいようにしてからみじん切りに準備しておきます。そしてパンツェッタは食材というより調味料に近い働きをしてもらいたいので小さく切っておきます。パンツェッタからはすっごくいい塩気を含んだ油が出てくるんです。一度食べたら癖になりますよ。ボウルに卵黄、パルメジャーノ・レッジャーノ、生クリーム、そして牛乳を入れてよくかき混ぜて準備 OK です。牛乳入れるんすか？安っぽいっすね。とか思っちゃったそこのあなた、これが最初のプロの技。牛乳を入れて乳脂肪分を調整する。よく生クリーム 100% で作る場合が多いですが、それではこのカルボナーラには濃くなりすぎる、重たくなりすぎるというわけで牛乳を使って調整していきます。これぐらいサラサラした状態がベストです。さあこれで下準備は終わりです。一つ仕込みを忘れてる？よく気がつきましたね。これが今回のカルボナーラ炭焼き職人風の要、直前に最終仕上げをさせてもらいます。それでは調理に参りましょう。とその前に、はい、突然始まりました新コーナー、シェフの独り言ということでね、料理の歴史ヒストリーを紐解きながらレシピの生い立ちを見て深く料理を知ってもらおうというね、ものすごい真面目な枠です。はい、いや決してね、尺を伸ばして広告をつけるとかね、そういうね横島なことはねこれっぽっちも思ってないです。はい、もうね本当です、マジですね。生まれてこの方嘘なんてね一回もついたことないです。本当です、マジですというわけで今回はカルボナーラのレシピを紐解いてまいりましょう。カルボナーラの語源はイタリア語のカルボーネ、炭、石炭、炭焼き職人を意味する言葉から来ており、炭焼き職人が仕事の合間に作ったまかないパスタ。パスタに振りかけられた黒胡椒が炭のように見えたことが名前の由来になったとされています。日本にカルボナーラが伝わったのは1980年代、イタリアンブームと言われ、それまでスパゲッティといえばトマトソースが定番だった日本に、卵とチーズの濃厚でまろやかなカルボナーラは衝撃を持って迎え入れられ、瞬く間に全国に広がっていきました。そして本場イタリアでは生クリームは入れずにチーズと卵だけで作るのが一般的で、
塩気の強いイタリア式よりマイルドなクリームソース式が定着したとされています。もし興味があったら本場イタリア式も試してみてくださいね。というわけでシェフの独り言終わり。最初はパスタから湯がいてまいりましょう。味見をしてほんのり白味がついたかなってぐらいで十分です。後の調理を考えて表記の茹で時間より1分早く茹で上げてください。その間にオリーブオイル、ニンニクを入れてから火をつけて弱火で香りを引き出しながら、ここでプロの技、パンツェッタから油を引き出す。冒頭でも言った通り、パンツェッタは食材というより調味料。良質な油を弱火で引き出しておきます。これぐらいカリカリになったら OK です。さらに玉ねぎをさっと炒めて、玉ねぎから甘みを引き出しておきます。そして今回最大のプロの技、ベーコンを直火で焼いて部分的に炭化させる。炭は手についたらなかなか取れません。それが日夜炭を作っている職人ならなおのこと。そんな人たちが作るパスタに炭が混じらないわけないんです。炭は汚れでもゴミでもなく、職人として生き続けた証。この直火工程を経なければ炭焼き職人風とは呼べません。ベーコンに歴史の香りをいぶしつけ、パンツェッタと炒め合わせておきます。そしてここでプロの技、パスタの茹で汁を入れて乳化させる。本来水と油は混じり合うことはありませんが、攪拌することにより一体となります。旨味が詰まった第2のソースを準備しておきましょう。さてパスタもいい頃合いです。完成まであと少し。美味しいカルボナーラを作り上げましょう。フライパンにパスタを入れ絡ませたら最後のプロの技、カルボナーラソースは火はつけずに余熱で火を入れる。カルボナーラで一番恐れることは卵が固まりすぎてボソボソになるということ。しかし火を入れなければチーズの粒子が残り、舌触りが悪くなってしまいます。この両方の問題を解決するために余熱を使って火を入れていきます。ヘラで底から大きく回すように丁寧に混ぜ合わせ、とろみがついたら完成です。仕上げに黒胡椒、そしてたっぷりのパルメジャーノレッジャーノでフィニッシュです。お待たせしました。当店自慢のカルボナーラ炭焼き職人風、ご堪能ください。 PP クッキングスタジオ。いただきます。はい、うまい。入れた瞬間にうまい。チーズとニンニクの香りが初めに押し寄せ、パンツェッタの塩気と肉厚のベーコンが食欲を暴走させ、黒胡椒が小気味よいアクセントを奏でながら、パスタと卵がしっかりとまとめ上げて、最後に炭の香りが鼻を抜ける。もうこんなの飲まないとやってられない。合うんだもんな。お上品に巻いて食べなさいと怒られちゃうかもしれないですけど、ごめんなさい。巻く時間すらもったいない。喉を通ってる最中に頭が次をよこせと本能に訴えてくるんです。もうカロリーとかもそんなものはもう気にしてられない。これは本当に美味しいです。もう皆さんにぜひとも作っていただいてほしい、食べてほしい。カルボナーラという完成された料理を1ステージ押し上げたと思います。それでは本日もお疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。今日のレシピを皆さんぜひとも作ってみてくださいね。
そしてこの動画のコメント欄に次のリクエストのメニューがあったらじゃんじゃんコメントお待ちしております。もしかしたら次の動画は皆さんのそのリクエストメニューが動画化されるかもしれません。ぜひとも皆さんよろしくねってなわけでね、今日の動画はこの辺で、また皆さん次の動画でお会いいたしましょう。皆さん次の動画もどーんめっせい。皆様次の動画もよろしくお願いいたします。それじゃ、じゃね。